模活時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー332 SD 戦国伝武人降臨編のキット上杉謙信ガンダムを作っています。2009年に発売されたキット。今回は塗装その2武装パーツをペイントします。素組みで作ったパーツはミスタースーパークリア艶消しを吹きかけ塗装の下地を作っておきます。塗装の様子をハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずはベース塗装です。色分けする箇所に下地を塗っていきます。今回使ったのはファレホのゲームカラーでエルフィックフレッシュ。少しフレッシュっぽさもある白カラー。水で溶いて薄めながら塗っていきます。ひと手間ですが、この下地があるないではこの後の塗装効率が違ってくるので漏れなくしっかり塗っていきます。今回はエルフィックフレッシュを使いましたが、この他にベース塗装となる白では同じファレホのゲームカラーでデッドホワイト、シタデルカラーでベースコラックスホワイト、レイスボーン、レイヤー、ホワイトスカーやパリッドウィッチフレッシュなんかを使っています。今回は面積の広い箇所には特にシタデルカラーのテクニカル特殊効果表現の塗料種にあるラーミアンメディウムという溶剤を使って薄めながらムラにならないようにペイントをしていきました。色分け1色目は金色です。塗装箇所は幅広くたくさん。シタデルカラーのベースレトリビューターアーマーです。 BB 戦士の戦国伝のキットでは欠かせないゴールド、兜、肩アーマー、刀、鞘に。塗料は水性アクリルのシタデルカラーとファレホを併用、オール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシ、ハケを使って時短させ効率よく塗装をしました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の塗装で使用した塗料はこちら。このパートで塗装に要した時間は約60分でした。シタデルカラーはホビー用の水性アクリル塗料。塗料の食いつきも良く隠蔽力が高いので下地の色を気にせずに塗ることができます。イギリスのゲーム制作会社ゲームズワークショップが販売しているマットな質感の水性塗料です。ベース塗料は顔料の濃度が高く、本来は下地として最適な塗料種。しっかりと戦国武将、今回は上杉謙信の解説もついた説明書です。ここでシルバーです。ファレホのゲームカラーの塗料を使いました。さすがの発色の良さ、隠蔽力の強いカラーです。下地の白も効いて一発で色が乗っていきます。このパートでは肩アーマー、刀の刃、鞘に。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色をメインとしています。粘度はやや低め、隠蔽力や塗膜は強い特徴を持っています。武器は刀姫鶴一文字。これは刀鍛冶が刀身を寸詰めしようとした時、精霊姫鶴が現れて拒否した伝説があります。赤、ファレホのゲームカラーでブラッディレッドです。刀に使いました。鮮やかな適度な粘性で塗りやすい赤カラー。兜の背面、鋼のカラー、シタデルカラーのベースアイアンウォリアーです。そして黒を使いました。主に兜にファレホのゲームカラーでブラック。一般的に黒といえば使っている塗料です。もともとの白の成形カラーをそのまま生かすパーツにはシタデルカラーのテクニカル特殊効果表現の塗料種からマットな質感に表面仕上げを変えるストームシールドという液体塗料を使いました。塗装後のパーツは水性トップコート、艶消しを吹きかけて乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。このパートでは前回作った軽装形態に武装する形で上杉謙信ガンダムを完成します。
武人降臨編は BB 戦士 SD 戦国伝の現時点における最新作です。同じく発売された武田信玄ガンダム同様、1990年に発売の武将ガンダムのリメイクにあたります。フロントビューからリアビューがこちら。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー332戦国伝武人降臨編の上杉謙信ガンダムその2の塗装の今回は武装パーツをペイントして上杉謙信ガンダムを完成しました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。